林です。では今日もやりましょう。今日やることは指を強くすると言われているエクササイズの、説明をすることです。で、私たち楽器弾くときに指いっぱい動かすじゃないですか。動かすんだけど均一に動かないと、思ったように動かないと、まともに弾けないわけですね。なので、それを、私たちは常に、時々練習したりするんですけども、それの解説、やり方等を練習し、お伝えしたいと思います。で、指を強くするルーチンっていうのはみんな大体決まってるんです。誰でも私たちコントラバスはね。で、それ用の楽譜をこの動画のリンクのところって、説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの楽譜の方を提供しますので見てみてください。で、2パターンぐらい、出しておきます。簡単にできる方と、あと私が普段やってる方の、パターンをやって楽譜をつけておきますので、よかったらご覧になってください。ということで、今日はまだ私は練習してません。ということで、どんな風にウォームアップをしていくか、指についてはどういう風にウォームアップをしていくかっていうのを見ていただけたらいいなと思います。本当に下手なのがそのまま見えてどうやって調整していくかっていうのはやっぱり気になるじゃないですか。なのでそれを見ていただいて、なるほどこういう風に練習するのかと思って皆さんに取り入れてもらったらいいんじゃないかなと思う次第です。ではやってみましょう。私はまず指を強くする。構えも一緒にやってるんです。構え。朝一です。チューニングだけはさっきしました。そうするとね、めっちゃ緊張する。これでこんな風な感じにやって、どういうバランスで自分は弾いたらいいかなってちょっと調整するんですね。まずね、こっからここまで弾けるということで、これぐらいのバランスがいいかなと、立ち位置の問題ですよ。その後でラを押さえます。私の場合はここがラだなと。それからこんな感じ。右は適当、左に集中。これはまあ動くなと。あれ、指がここに行ったら弾けないなと。そうするとここが遠くように肘の角度とかそういうの、要は私今日今こうなってるわけですね。それを整えるわけです。楽器を動かしてるの分かります？ここら辺かなと。弾きやすいところ、肘とか体のバランスを探る。1はつけっぱなしね。これアンバランスでしょ。音のキレが悪い。ほんやでしょ。だからこういう時はリズム練習。言っときますけど、薬指と小指だけ、あとはつけっぱなし。パッと離す練習。意外とできない。小指がどうも今日は弱いみたいだ。そういう時には親指の押さえる位置がおかしくないかとかいうのをちょっと調整するんですよ。親指見てくださいね。動きは悪いなと思ったら一回親指離す。これが吹きやすいんです。親指離れたの分かります？
楽器を前のめりにして腰と膝で当ててれば前のめりにできます。親指外せます。ピアノでこう弾くんだから親指がなくたって指は動くという理屈ですね。あ、これだといけそうだな。そしたらここを調整適当にすればいい。どこだってできる。親指常に動いてるでしょ。それぐらい楽にしたくなる。あと指の高さとかも見ててくださいね。ここまでいかない。親指外してもできますから、常にここら辺は動いてる。感じで、ここまで激しい動きの曲はめったにないです。なのでこれを朝一でやっておけば、5分もかかんないですね。指が強くなりますから、繰り返しできれば毎日弾く前に1分あればできますから、こういうのを、ぜひ指の動きは悪いなと自分で思い当たる人はやってください。というか、上手い人ほどこういうのはまずいなと思うので、すごくさらうと思います。で、今のは1ポジションでありましたが、指がまだそこまでできてない人は、ネックのポジションでやってもいいかもしれないですね。左に集中するので、右は適当。こんな感じで、一つお伝えしたいものがあって、小指ってどうしても弱いんです。そりゃそうですよね。その時にどうやって音をはっきりさせるかという、やり方が一つ二つあるんですけども、それの注意点もお伝えしたいと思います。よくあるのがね、適当にやりますね。もやっとすると、ここをはっきりさせるために横に弾くっていうやり方があります。これ弾くってね、弾くというやり方がありますが、私はちょっと好んでいません。これは一応練習する時もたまにはあるけども、動きがこっちに行くってことは、これに対して可動域が多くなるわけじゃないですか。っていうことはテンポがはっきりしないというか、均一にできるのが難しくなる。均一に弾きづらくなるので、私はもう初めからこの上に本当に上げる筋肉の運動ですから、早く上げる練習。叩くのはできるんだけど、上げるのって結構難しいんですよ。これを私は早く上げるっていう方で対応していますが、そうも言ってらんない時もあるので、そういう時には外すというやり方もあるということを覚えておいていただければと思います。ということで、とりあえず説明はここまで。
その他にこの後で練習用の動画を作りますので、よかったら必要な方は見てみてください。一人でやる気にならないという時に見てみるといいかもしれないです。ということでした。以上です。